今回は、加算螺旋の作成について紹介します。加算螺旋は、軸の周りにスケッチを螺旋状に押し出して3次元形状を作成し、既存形状へ追加します。それでは、螺旋加算の元となる図形を作成してみましょう。まずパラメトリックパーツをクリックして、スケッチを作成します。今回は XZ 平面にスケッチを作ります。そして三角形を描いてみましょう。こういう形で三角形を描きます。そして、これを一致高速を使用して原点に移動します。これで元となる図形が完成しました。軸方向がわかりやすいように原点を表示しましょう。それでは、スケッチを選択し加算螺旋を描いてみましょう。そうすると、このような螺旋形状が作成されます。次に螺旋パラメータについて説明します。最初は軸パラメータです。規定値は垂直スケッチ軸となっています。これを水平軸にすると、このような状態となります。こちらは Y 軸とした場合です。そして Z 軸とすると、このような形になります。次にモードパラメータですが、最初はピッチ高さ角度になっています。ピッチは1回転で、軸方向に何ミリメートル移動するかを表します。高さは軸方向の長さにあたります。ここを 50mm に変更してみましょう。全体の高さが変わりました。ここを 100mm に変更すると、このように全体の高さが変わります。こちらのピッチは、1回転分の軸方向の変異を表します。それではピッチの値を変えてみましょう。ピッチの値を小さくすると巻数が増加します。次にモードをピッチ、ターン、角度に変更してみます。するとターン数という項目が表示されます。この場合のターン数は 7.25 となっています。このようにターン数は全体の巻き数を表します。次に、コーンの角度は軸方向の開き角度を表します。例えば、これを5度に設定してみます。そうすると少し上広がりのコーン形状となっていることがわかります。これをさらに角度を増すと、このような形状となります。現在の軸のねじりは、右手を外側に向けた方向に回転しています。これを右手系のねじりとすると、逆向き左系のねじりにすることもできます。この左手系のチェックを行うと逆向きに回転します。次に逆方向のオプションをチェックすると、マイナス方向に螺旋が作成されます。それでは元に戻しておきましょう。このようにして加算螺旋ツールを使うと、元の図形を渦巻き状の立体として作成することができます。